こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回はちょっと派手派手の金ピカのポストがある駅、智頭駅に来ております。こちらは鳥取県は8つの頭と書いて八頭郡というところにある知恵の頭と書いて智頭駅。他に7つの頭があるのかと思っていろいろと調べてみましたが、ネットで検索することはできませんでした。何かそういった由来があるのかもしれません。この地域、稲葉の国と昔は言いまして、お隣に宝亀、出雲と国が続きますが、日本神話のヤマタのオロチなどを連想させるような神話の色濃く残る地域となっております。さて、今回は第3セクター智頭急行に乗って地元の兵庫は神戸三宮まで戻るという動画にしたいと思います。智頭急行の終点駅智頭駅から神戸三宮までの運賃は3010円。その他に自由席特急券1630円を今回は課金いたしました。指定席を取る場合はこれにさらに630円上乗せとなります。時刻表を見てみますと、特急スーパーはくとの方は鳥取県倉吉から京都に向かう列車となりますが、この駅を1日7本、岡山県岡山に向かうスーパー稲葉の方は1日6本この駅を出発するようです。あと各駅に止まる普通列車がおおよそ1時間から2時間にかけて1本運行する、そういった鉄道会社になっております。ではホームの方にやってきました。特急列車などは JR 西日本と共同でホームを使用しておりますが、智頭急行線を走る各駅停車だけは上り方の端のホームに別の乗り場が設けられている、そんな駅となっております。この駅では普段なかなか見られないスーパーはくと同士のすれ違いが行われます。それからこの列車、ミラーガラスを採用しておりまして、中の乗客が見えないよう配慮されております。ではとりあえず乗車でお邪魔いたします。さて、スーパーはくとのミラーガラスなんですが、外から中が見えないためにありますが、どうやら中から外を見た時にもある程度跳ね返しまして、少々撮影がしづらいという感じになっております。列車の速度は智頭急行線内120キロで走行しておりますが、一つ目の通過駅小井山形駅、ちょっと早すぎてよく分かりませんが、嫁入り前の女性に人気のある駅だそうです。ちなみに小井のつく駅はここを含めて全国に4カ所あるということでございます。この智頭急行線は京阪神と鳥取地方を最短で結ぶため直線的にレールを敷かれておりまして、そのため鉄橋やトンネルがたくさんある路線となっております。現在走っているのが志戸坂トンネル。峠の名前は志戸坂峠となりまして、太平洋側の瀬戸内海と日本海側を結ぶ峠としては最も標高の低い峠となっております。この峠を越えますと鳥取県から岡山県に入ってまいります。この智頭急行線の列車の形式名は HOT から始まりますが、これは兵庫県、岡山県、鳥取県をそれぞれ頭文字を取って合わせたものとなっております。スーパーはくとに限らず各駅停車などもそんな風になっておりまして、このようなちょっと変わった表記となっております。では
峠を越えてまいりまして、鳥取県から岡山県に入ってまいりまして、一つ目の停車駅大原に間もなく到着するところです。智頭急行線の岡山県内の駅は合計4つありますが、特急が止まる駅はこの大原駅のみとなっております。ここには各駅停車だけですけれども、専用の車庫がありまして、運転士の交代などこの駅で行われることが多いようです。一方の特急型車両を HOT7000 系と言いますが、こちらの方は JR に乗り入れておりますので、 JR 西日本管内の京都駅あるいは倉吉駅に留置されているということだそうです。では大原駅を出発しまして、またまた峠を越えまして、今までは吉川水系の吉野川沿いを走っておりましたが、今度は兵庫県に変わりまして千種川沿いを進みまして、次の停車駅が佐用駅となります。この駅では JR 西日本紀信線との接続がございます。では佐用駅を出まして、まもなく見えてくる線路が JR 紀信線の津山方面への線路となります。こちらの川が千種高原を水源とする兵庫県では一番西の端の一級河川千種川となります。線路の方はこの川のつかず離れずといったところを進みまして、智頭急行線の起点駅上郡の付近まで進んでいきます。千種川自体は忠臣蔵で有名な播州赤穂、兵庫県では一番西の端の自治体となりますが、その付近で瀬戸内海に流れ込むと、そういう風な河川となります。今日も智頭急行線ご利用くださいましてありがとうございました。列車は上郡から JR 山陽線を通り、次は姫路に停まります。降り口左側、上郡に到着いたします。ということで、智頭急行線の起点駅上郡に到着です。終点の智頭駅からここまで 56.1 キロ距離がありますが、今全線乗り通したということになります。ただしスーパーはくとの運用としましては、京都から倉吉の間でございまして、その距離は293キロ、智頭急行の所属の車両ではございますが、実質5分の1から6分の1程度しか智頭急行線を走らない、そういった列車となっております。さて列車は山陽本線に入りまして、こちらは網干総合車両所、まもなく姫路に到着するというところでございます。現在京都から倉吉まで運用しているこのスーパーはくとですが、運用区間を縮めまして姫路発着にする案が現在検討されているようでございます。と言いますのも、 JR 西日本側が智頭急行線に車両使用料を払っておりまして、それが JR 西日本にとって利益の関係でネックとなっておりますのと、現在1日7往復京都まで走っているわけですが、姫路に変更することによってあと 2,3 往復できるのではないかというような、そういった意味合いもあるようです。ただし智頭急行側の売り上げはかなり減るという懸念がございまして、なかなか調整は難しいようでございます。列車の方は加古川を渡りまして、まもなく新快速の停車駅加古川駅をこの列車は通過していきます。停車駅は智頭から大原、佐用、上郡、姫路、明石、三宮、大阪、新大阪、京都という順に止まっていく列車となります。
ネル登録よろしく。ではデッキにやってまいりました。トイレと洗面所、もうこの車両作られて30年ほど経ちますが、未だに清潔感のあるトイレでございます。それから自販機と大きな荷物入れ、この荷物置き場は結構重宝するというサービスでございます。さて、現在第3セクターの地図急行ですが、もともとは国鉄が建設を予定していたようで、用地の取得もほぼ終わっていたようなんですが、輸送密度の予想が3900人だったため、当時の国鉄は経営難で輸送密度4000以下の路線を全て建設を凍結したという経緯があります。その後、鳥取県知事を中心として兵庫県、岡山県と協議をした上、現在の形となったようでございます。まもなく明石です。お出口は右側4番乗り場に着きます。山陽電車との接続駅明石に到着です。見えているのは山陽に乗り入れている阪神電車となります。ちなみにこの明石市は10年連続で人口が増加しておりまして、特に若い世代、子育て世代に人気の街のようでございます。おすすめの食べ物としてはタコとアナゴでございます。明石を出て間もなくしますと、明石海峡大橋が見えてまいります。この線 JR 神戸線と言いますが、西明石より先は線路別複々線となっておりまして、特急や新快速は快速普通列車よりも高いところを走りまして、普段と違う眺望を楽しむことができます。この路線、大阪から姫路までを JR 神戸線と呼んでおりますが、昔は山陽本線と呼ばれておりました。ところが姫路から先は他に呼び名がないので、そのまま山陽本線と現在も呼んでいるので、その辺をちょっと是正していただけたらと思います。ちなみに神戸から東京までは東海道本線となりますが、大阪から京都までは JR 京都線と、その先の京都から滋賀県の米原までは JR 琵琶湖線ということに JR 西日本管内や地元ではそうなっております。 JR 東海や他の会社では未だに東海道本線とか山陽本線というような表記になっておりまして、その辺も全て統一した上で呼び名を決めてほしいなと思っている次第でございます。さて、列車は神戸市長田区の新長田駅を通過するところでございます。ここで立体交差がありまして、線路別複々線から方向別複々線へと変わっていきます。この違いはと言いますと、線路別複々線というのは対面通行の普通の複線が横に2個並んだ形となります。それに対して方向別複々線というのは進行方向を揃えて列車が走行する、そういう形となります。ということで、降りる駅三宮駅に到着でございます。スーパーハクトはこの先京都まで行きますので出発していきますが、私は阪神電車に乗り換えて家にちゃっちゃと帰りたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。